おはようございます。画家の小木曽です。お元気ですか皆さん。今日の動画はですね、こちらです。桜と菜の花と人物ということで、いろんなものをお見せしようと思います。ちょっと写実的に描いてみたという動画でございます。書くところと書かないところみたいなのをしっかりと自分の中で、分けながらですね、描いていったという作品でございます。透明水彩を使っております。ぜひですね、こういう書き込みみたいなところはこういう風に書いてみようとか、参考になればと思って作りましたので、ぜひ楽しんでみてみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。下書きをしておきました。これはキャンソン紙、キャンソンボードという厚紙に、キャンソンの紙。普通の水彩紙とかでも結構だと思いますよ。まず下地を置いていきますね。グリーン系をボンと置いてですね、これがちょっと強すぎたのか、2層目が、私の動画というのは失敗したというか、ちょっとうまくいかなかったというところも、皆様にお見せしようと思いますので、皆さん反面教師にしてください。どこが失敗したかというのはまたお見せしようと思います。ちょっとねうまくいかなかったところがあるんですね。下地自体、下書きのこの段階自体はそんなに悪くはないかなと思ったんですけど、ちょっと慎重になりすぎたのかなという思いがありまして、でも今回はですね、ちょっと画面の中でいろんな色がある状態ですね。ピンクであるとか緑であるとか人間の肌であるとかっていうことですね。そういったところのコンビネーションみたいなのがちょっと自分の中で面白く描けたらなというふうに思いました。土台を作っている作業をしていっております。私もこうやっていろいろ実験をしながら失敗をしながらですね、もちろん最終的にはある程度までまとめるんですが、力技と言いましょうか、かなり強引にやるんですけども、やっぱり透明水彩っていうのはあんまり重ねすぎると良くないなといういろいろ実験とかもするんですけどね、ある程度重ねれる方法ないかなとか実験もしたりとか、そういうことも繰り返しながらやっていくんですが、でもすごく手軽な道具ではあるんですが、一方ですね、やっぱり消せないというところが難しさの面白さでもありますし、やっぱり水というものを使って描いていくということで、乾きとかのスピードとかも調整しなきゃいけないところもあるので、難しいところと面白いところと、扱いやすいところとも入り混じっている、画材なんじゃないかなというふうに思います。で、これは木ですね、桜の木の下地を置いていっています。そしてまた水で、浸している部分というかですね、浸して、ちょっとにじましながらこの辺は土台を作っていこうと。大事なところというのは顔のところの木と顔の輪郭の線とかっていうのは大事で、あそこのところにボンと暗い色を置いてしまうと後々厄介になるので、あの辺はちょっと今置いてる作業にしてますけども、ちょっと木の方に寄せるというか、顔の輪郭よりちょっと左側にしておかないと滲んでいって顔の方の中まで入っていったりしますので、ちょっとそこのところは注意しながら土台を大きく作っていっております。で、右の方から光が来ているという設定をしっかりと自分の中で右後ろからですね、でやっぱり光の設定というのをしっかり作ってあげた方が皆様も描きやすいと思いますので、一番初歩的な部分なんですけども、光がどれぐらいの角度から太陽の位置によってもそれは違いますよね。だいぶ高い位置から光が来てるのか夕日なのかそういったこともありますし、それが逆光なのか前光なのか側光なのかいろんな条件があったりすると思います。特に人物とか描くときは光は大事にされた方がいいと思います。今桜のところをですね、ピンク系を置きながらですね、にじましたりとかしながらですね、こっちは空を置きます。完全に水をびちょびちょに浸してからですね、背景のところの水でしっかり浸しておきまして、こういうスカイブルーみたいな色ですかね、ボンと置いてちょっと桜のところというのは塗り残しておいて、あとは大きくベターっとした面を塗っていって、で上の方が濃くて下の方がだいたい空ってだいたい淡く白くなってたりしますので、こんな感じでちょっとこうやって動かしてみてください。そうすると馴染んだりしますので、少し動かしたりとかして、周りと馴染ますと綺麗なグラデーションが出来上がります。こういったこともやっぱり透明水彩を、初心者の方とかはぜひ挑戦してみてください。で、木のところとかの下地を今置いていきながら、やっぱり黄色とかピンク色、白とかってやっぱり塗り残すところはしっかり塗り残しとかないと、黄色もこの茶色の上に置いてもなかな
黄色のサイド鮮やかさみたいなのは出てきませんよね。だからそういうところはやっぱり初めにしっかり塗り残しておこうということを皆様しっかりされてみてください。こういうグリーンの菜の花のですね、新緑の黄色とかもすごい綺麗ですもんね。皆様菜の花育てたことありますか？私は2度ほど食用のですね菜の花を育てたことがあります。菜の花のおひたしというのが私はなぜかすごい好きで苦くてですね、どっか僕も体の調子がおかしいんでしょうね。非常に苦いものとかが好きだったりしますけども、多分一番食の中でもトップ5に入ってくるんじゃないかぐらいの感じで、そして完全に乾かしました。その後です。すみません、これ今ちょっと動画的にはファッと言ってますけど、完全に乾かしてます。そして肌のところだけドンと。でこの作業をもうちょっと大胆に言っといてもよかったんじゃないかというのが実は反省点で、濃くですね。で、薄いところと濃いところの緩急をもう少しつけておいてもよかったのじゃないか。そして今目のところだけは塗り残しておきながら、肌の部分だけ大きくこのなんていうんですか、赤と黄色を混ぜたような色をのせておきました。指のところとかもそうですね。ここの作業をもうちょっと濃淡つけておいてもまだ透明水彩に慣れきらないというかですね、本格的に初めて何年ぐらいになるかわからないですけど、やっぱりですね、そこが僕のなんか油絵描きの油絵っていうのはですね、完全にその色のものこの段階をもうちょっと頑張ればよかったのかなとか、いろいろ今思えば、そして完全に乾いてから輪郭のところというのを暗い色ボンと乾いかんうちにこれ描いてますね。すみません。だからこれもやっぱり慎重に肌の方に滲んでいってしまうからですね、ちょっと慎重にやっていってますよね。このやっぱ油絵の場合というのは色がそのままいきますけども、水彩というのは明るくなるんですよね。その微調整がまだ僕はできひんぞという、すみません、そういうところ私もあるんですよ。偉そうなことばっかり言ってますけどね、皆様と同じように悩みを持っておりますので、皆様もね、失敗してもなんでやろうっていうのをね、ぜひ考えていかれ、なんでだろうっていうギャグありましたよね。一回僕も近くのショッピングストアで見ましたけど、全力でやられてましたね。手を赤いジャージと青いジャージの方、面白かったですけどね。そしてまたこれ2層目、要は透明水彩というのは2層3層とだいたい重ねながら塗っていくと、一発で決めようと思いすぎる方っていうのは結構色がなんていうんですか濁ったりしがちなんちゃうかなっていう、プラス書き込みすぎてしまうと濁ってしまったりするんちゃうかなっていうところがあるので、ここの絶妙のバランスというのが非常に難しいところかもしれません。洋服の今下地を塗っていっております。白い服に、日が差して、そして逆光の色というのはそんなに暗くないんですね。これよくあるあるなんですけども、影やからってバーンと暗く置いたりするんですけど、このぐらいでも十分に影に見えませんか皆さん。で結構影の中やからって顔なんかも暗いのダンダンダンとか置いたりしがちですけど、どれぐらいで逆光の影の中に見えるのかなとか、案外明るくても、見えたりすることありますよね。だからこの持ってる色の影の中の色、木の今影の中の色の中のディテールを描いている。ディテールというのは細部のことですね。細部、で今顔のちょっと目のところをちょっと今描いていっているというところでございます。この辺りの顔を目のところちょっと書き込んでみて、さあこの色に対して肌の色はどうかなということで、これ書いてみた段階でちょっと明るすぎたな、2層目でもうちょっと攻めといてよかったなっていうのに気づくんですね、僕の場合っていうのはですね。だからその辺を皆様もですね、慎重になりすぎるとあれですし、逆に大胆すぎるとなかなか消せないというところがありますので、そのあたりのねやっぱ経験を積まれていくと、失敗したくない方も多いと思いますけど、私みたいに失敗した後また反省して、また次に生かして、また何日か経って書いたらまた忘れるということを繰り返しているわけですね。で、今が耳のとことかを影を描いていっております。なるべくこんな色を今パレット使ってますよっていうのも見せるためにパレットの方もお見せしていこうと思っております。私の動画基本的には早送りというのはあまり使わないようにしております。今回ちょっと最後の方とか書き込みが長かったので、使っておきました。やっぱ今これ見るとですね、顔のところの横の桜の木の色自体は綺麗なんですけど、ちょっとほっぺたの方に入っていってしまいましたよね。あそこを完全に乾いてからやればよかったんやろうなっていうのもまた反省なんですね。私のせっかちのね。だから皆様どうですか、お忙しいですか。私みたいにもせっかちな人っていうのはね、手のこれうまいこと言ったと思ったんですよ。
このぐらいの感じで、手のぐらいの感じで顔ももう少し暗めに置けといたらちゃうかったのになっていうのをこの段階で思ったんです。失敗したなっていうですね、勇気がなかったというかですね、そして輪郭のとこちょっと強めてあげたらさあどうだっていう感じで、これでも十分こう逆光な感じには見えますけど、これを見るとやっぱ分かりますね。手のぐらいの赤みがかった感じに顔とかができてたら、緑もうっすら感じて塩梅やったのになということで、次の段階で勝負をかけようと思ってもそれで3層目になってしまって、髪がちょっと弱くなってくるんでなかなかこう難しいんですね。だからこの辺っていうのも、皆様の参考になればと思って、普通はね、こういう失敗とか見せないと思うんですけど、私はやっぱりこうずっと研究を続けるタイプの人間で、その途中段階の失敗も含めて、作家さんやと思いますし、今これだから手のとこでやった作業みたいなのもう一回できんかなと思ってチャレンジしだしてるんですけど、なかなかねやっぱりうまいこといかないというか、なんでかよくわからないんですけどね、紙の種類変えたらいいのかもしれませんけども、今後のまた課題ができたなっていうことで、それはそれでいいかなと思ってますので、あんまり細かいことは気にしない。最後はもう力技ねじ伏せるように描いていくタイプですので、あかんかったらもうあかんで、これの段階でちょっとこの黄緑、一番初めに置いた黄緑も強すぎたかなとか、なんか綺麗やなっていうふうに思ったりもしたんですけど、ちょっと強すぎたから、もうその辺がものすごい微妙ですよね。難しいです。写実的に描くとなると、そういうあたりというのがすごく大事になってきます。そしてこれなんか水だけで、今グラデーションをかけてあげました。顔の土台をなんとかうまく手ぐらいの感じでできたらええのになと思ってるんですけど、さすがに、顔の部分は3層目ということで、ちょっと絵の具の乗り方みたいなのが悪いなっていうのはなんとなく感じているわけですね。顔の部分とかのアップも今回はお見せしていこうと思っております。さあ、これなんかこうだいぶ手の色に近いぐらいの大胆に置いてるの分かりますか？こういうことなんですね。そういう失敗を繰り返しながらですね、首の影、書き込みがちょっとずつ進んでくると周りのところも見てあげる。これもなかなかこう大事なことで、画面全体の中で例えば髪の毛の頭頂部にある暗い色なんていうのは周りから見るとやっぱりちょっと暗すぎんちゃうかと思ったら、今髪の毛やっぱ書き込み出してますよね。そうするとそんなに違和感なくなりますよね。私はどっちかというと引き締めて書き込んで、また周り見て引き締めて、それに合わせてっていう感じで書き込んでいくタイプです。局部から仕上がっていくというタイプじゃなくて、全体のバランスを見ながら、この画面の中ではこういう色があった方がいいかな、こういうのがあった方がいいかなっていうことで今出ているの、目を描いております。そしてこの完成に近いぐらいのディティールの暗さとかですね、濃さみたいなのを置いてみたときに画面の中でどう見えるかなっていうのと、あと人の肌に対してどうかなっていうのを見てあげます。でこの段階まではすっごい悪いとは思わなかったんですけどね、ある段階結構大きな失敗をしたなって自分でもやりながら思った瞬間があったんですけども、なんか3回ぐらい今回失敗してますね。すみません、こういう風に失敗見せるなやって、1回も失敗したくないんですよっていう風にね、クレームも来るかもしれませんが、もう長いこと絵描きをしていても失敗することはあるんですね。そこでリカバリーするパワーとかですね、もうあかんって投げ出してしまうんやなくて、なんとか力技で、そして最終的にはもうちょっとこうしとけばよかったなっていう反省材料が後で出てくればいいと思うんですね。そういうもんだと思いますね。iPad とかで絵描いてたりすると、なんかパッパッとこう戻れますもんね。2段階3段階前とかに戻れますけど、透明水彩の場合は戻れませんよね。鉛筆画とかならある程度戻れますし、油絵も結構塗りつぶしてしまえたらだいぶ戻れるんですけどね、透明水彩ってなかなかそこできないんですよ。そうか。でそしてこのぐらい書き込んでみると、ちょっとこの影の色が明るすぎたかなっていうのが分かりますかね。これが自分の中ではちょっとこの暗さに対してやったらもうちょっと暗くいけばいかないといかんのちゃうかなっていうのに気づくわけですよ。おじさんだってそういうことあるんですよ。ね、皆さんだってね、失敗した理由原因を考えることが大事なんですよ。それが成長ですもんね。やっぱりこう復習は大事やでって小学校の時とか習いませんでした、ね、私もそんなことを言われてました。予習復習大事ですよ。皆さん予習は結構されると思うんですよね。こうかこじゃあ今やと YouTube 見てみようとか本読んでみようとか、よし予習は万全や、先生と同じ道具使ってるからうまいこといく。案外そうでもないでしょ。うまいこといかないことはこれね、あれですよ。これグラデーションを作ってます。ちょっとこう今手でただほっぺたの今ここのところがね、またぜひスワイプして戻ってみてください。今のところカチッとほらちょっと弱めたの分かりました。
でそういうふうに皆様もぜひですね、どっちかというと復習の方が大事で、それによって、こういうのもちょっとカクッと鼻のところが鳴ってるところなんかを少しぼかしてあげたりっていうのに、激落ちくんっていうか100円ショップでブロック上で売ってましたセリアさんですかね、こういうところももうちょっと光差し込ましとこうかなっていうので、これもあんまりやりすぎると髪が傷みすぎるのでですね、その辺がティッシュでも拭き取ったりとかしてバランスよく、そしてハッチングという方法で描いていってました。この辺がちょっと力技感が出てるんですけどね。ハッチングっていうのはもともとはテンペラ絵の具とかフレスコ画なんていうので、グラデーションとかっていうのをつけにくい。油絵の具っていうのはグラデーションがつけやすいんですね。乾きが遅いと隣り合う色同士を混ぜ合わせてちょっとずつグラデーションというのをつけていける。でもそれ油絵の具というのができる前、ヤン・ファン・アイク兄弟というのがすごい絵を描いて、でそれがイタリアの方に、輸入というかですね、されていって、レオナルド先生が油絵の具を駆使して、それまでというのはテンペラ画というのとか、それ以前というのはフレスコ画というのが主流だったのところに、油絵の具というのが北方ルネサンスフランドル地方というところからフランダースの犬なんて聞いたことあるんじゃないですか。あの名前ですね。フランドル地方の方から輸入されてきて、うわこれはすごい画材だということで、レオナルドなんていうのは駆使して、油絵の具でグラデーションを描いたりとかして、すごい写実的な表現にチャレンジしていった。一歩ですね、同世代の作家さんサンドロ・ボティチェリなんていうのは七子先輩ベロッキオ工房にいたあの人の作品っていうのはほとんどがテンペラ画だと思いませんか。ほとんど同い年ぐらいの、ね、七子先輩のサンドロ・ボティチェリっていうのはどっちかというと色彩豊かに描いていくことが多くって、テンペラ絵の具というのでこうやってハッチングをしてグラデーションを作っていったわけですよね。一方油絵の具を駆使して、でも写実的に描きすぎるあまりにちょっと最先端すぎて当時のフィレンツェでは認められなくて、ミラノの方にですね出向的な感じで、行くわけですね。軍事のなんか技術者的な感じだったかな。はじめすみません、ちょっと今、ふと話す内容を適当に喋り出してあるので、軍事特使として行って、でそういうところで、皆様知っているこれが2回目の失敗、もう1回塗ろうと思ったんですが4層目になってるんですよ。ここですちょっと濃すぎたかな、でも行かざるを得んか、ここです私にこれ稜線って呼ばれるんですけどね、ここで攻めたのもやっぱりハッチングだけで言っとけばよかったんですけどね。皆様いいですよ、人の失敗ケタケタ笑ってますか。で皆さん知ってる、ですね、最後の晩餐というのはレオナルドがミラノで描いた作品、フィレンツェじゃないんですよね。だからでちょっとサンドロ・ボティチェリ風じゃないですけどテンペラ絵の具風のハッチングというのを多く駆使しながらやっていったんですけど、油絵描きの悪いところ大きなベタ塗りみたいなのやっぱ全体をつかむような仕事がしたくなってボンと置いてみたら、この段階まではそんな悪くないかななんかすごいよくわからないこと言うてるしおじさんね。だから皆さんがどこが失敗なのって思うかもしれないですけど、そういうところがやっぱりね、もうある程度プロの仕事になってくるとそういうことなんですよ。ちょっとミスしてるぞと。でこちらの影を少し暗くしていくことによって目ももうちょっと暗く貸しとかんとあかんなと。ちょっと前の段階ぐらいの方が本当は良かったのかもしれないけど、肌の色を暗くすることによってやっぱりここの影の色とかっていうのがもうちょっと暗くせんといかんなとかっていうことになっていてですね、髪の毛の影もうちょっと暗く、そして書き込みが一部ぐーっと引き締まってくることによって他のところを見るようになっていくわけですね。そこまで悪ないか、この段階。そうですね。まだハッチングをその後するんですけどね。で、輪郭の方のところ。で、こうやって見ると画面のどうですか？もう思いっきり顔の部分だけがぐーっとね、クリアになったの分かりますか？ちょっとやばいぞって思うわけじゃないですか。手とかもうちょっと描かなあかんなと。だから手とかはすごい楽にいきました。土台がうまいこといったからですね。だからやっぱその辺の、練習してやっても結局は本番でうまくいかないっていうことも多いと思いますので、私もどっちかというとそういうタイプなので、ぶっつけ本番でいて大体失敗するとい
いうことで、まあ常に100点って僕は取れないタイプですので、たまに何点たまに何点っていう感じかもしれません。そして、その手であるとかっていうのを周りから描くということをしてますよね。中ばっかり一生懸命描くんじゃなくて、周りを暗くすることによって手が引き締まって、これで顔と手あたりっていうのが、1、2っていう見せ場みたいな感じに見えてきたんじゃないですか。そしてちょっとこう暗さで引き締めるということをしていってます。菜の花の描き方とか桜の描き方なんか全然言ってなかったですね。でやっぱりビビッドな色を塗り残し、つつですね、あまりもう本当に多くて2層ぐらいでとどめてます。あまりやりすぎるとやっぱり鈍くなってしまいますので、鮮やかな色というのはそんなにやらずに、これぐらいでとどめておこうという感じで歯を食いしばってググーっとおじさんみたいにもっと描きたいという病気が発動してしまうタイプなんですけど、その辺ググッと我慢しながら、でこれ線的な導線、枝なんていうのも線的な導線も少し考えながら、どういう風に導線って分かりますかね。目が動いていくような誘導、それでこの辺ハッチング、ほらやっぱりなんか納得できへんからちまちまグラデーションうまいことつけながらちまちまディティールを描いていって、他のところが引き締まってきたらちょっとまた書き込んでということをして、このぐらいやったらよかったのかな。もうちょっとやりすぎてしまうんですね。だいたい深夜に作業するとだいたい失敗するってことを分かっていながら、深夜に書き込みをしていたらあかん方向に行ってるなっていうの途中でなかなか修正できなかったです。それでも最後はなんとか力技でまとめれたかなというふうには思いますが、こうやって見ると画面の中で、顔だけだったのがちょっと暗い色によって引き締め出しているのも分かりますかね。指なんかも少し書き込みながら、洋服なんかも書き込みながら、ちょっとずつで抜いているところと書き込んでいるところみたいなのを使い分けているの分かりますか。ちょっと服なんかもそんなディティール書き込むのやめとこうとか、手もどっちが大事でどっちが上の方の手をある程度書いて下の方の手はそんな書かずにとかっていうことをしたりで、物の背景から少し書いてあげてとかっていうことを言いまして、そうすると白い服っていうのがより際立って見えてきたり、桜の木の出ているも書き込みながら進めていきながら、この色に対してじゃあもうちょっと髪の毛の色はあってもいいかな、いやここもうちょっと大きな面で塗っとこうかなとかっていう感じで、画面全体を見ながら進めていってるわけです。このぐらいこの辺でやりすぎたんかなっていうことですかね。ここで止めときゃよかったんかな。この辺の明るい色の中のもっと微妙な明るい中でも書いとかなあかんとかいろいろ思ったり、この辺からちょっとずつ瞑想状態入ってきてるんですね。これはいかんぞ瞑想っていうのは、迷う走るの方ですよ。あかんを繰り返し出してるんですね。こういうこともよくあります。私の場合っていうのはですね、そういうところが皆様に楽しんでもらえる動画作りの一つかなと、私のこういうところも皆様お許しいただければと思います。これやりすぎですやっぱね。もうちょっと前でとどめとけば、もうちょっと前の方が良かったですもんね。僕もどう見てもそうかなっていうの分かってきました。それだったらもうちょっと桜の木かけようとかね、桜と菜の花とか題名つけているくせにほとんど桜と菜の花見せへんやんけってね、もうテレビの向こう、パソコンの向こうから皆様の突っ込んでいる声が聞こえてきますけどね、皆様に無料で見せてますのでね、こういう失敗もお許しいただければというふうに思います。この辺もハッチングやりすぎたかな。ねえ、面白いでしょ。もうちょっと早送りでやります。まだ顔描いとんな。ちょっと画面を引き締めていく作業を分かりやすくするために最後早送りでお見せしようと思いました。やっぱり後ろの方の書き込みとか、この辺も桜の白とピンク色を混ぜて、白はですね、合衆の白を使ってますね、今回ね。合衆の白、ポスターカラーの白かな。使ったりもしてます。この辺なんか完全アクセントぐーっと頭の上にギューッと書いたでしょ。でそれによって画面全体がピシッと引き締まったの分かりましたという感じでですね、やっぱこの辺緑とか置きながらぐーっと暗い色も引き締めながら、また顔描いとるな。この辺がやりすぎてるんでしょうね。もうこの辺止めとけばいいのに、やめとけもう自分で言いたくなります。髪の毛もっと暗くいけるなって感じで、それで背景も描いたりとかですね、この辺は物の周り描くことによって黄色がより際立ってぼっと浮いてくるように見えるとかっていうこととか、ちますみません、早送りね、この辺まだ顔粘っとるな、桜の木も描いてっとんな、髪の毛もうちょっと暗くしとこうかなとかっていうこととかやりながら
ディティールとか書いて、完成という感じにいたしました。すみません。本当に今日はちょっと失敗している部分もお見せしたかなと思いますが、ご容赦いただければと思います。おじさんだって失敗するんで、この辺はなんかね、白っぽいグレーみたいなね、白と青を混ぜた色でハッチングしていって、なんとか最後ねじ伏せながらごまかしながらみたいなことをしていっているんですね。こういった感じで、完成といたしました。最後マスキングテープを外しましたら、ググググッと、このマスキングテープっていうのはなんでやるかというと、僕額縁効果で言うんですけど、グッと周りが引き締まって見えることによって、あとはやっぱ水彩学っていうのは水彩絵の方にかぶってきがちなので、マットとか入れるとですね、でそれのためにこれ正方形の絵ですけど、まあまあでもなんとかなったのかなという感じで、ございました。ちょっと最後ディティールをお見せして、全体像をお見せしてこんな書いとるでって感じでございます。以上です。解説はありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。こういった感じになりました。うまくいった部分とそうでない部分実際ありますけども、そういうのが次の制作へのモチベーションとなることと思いますので、皆様もそういう失敗した部分っていうのはなぜ失敗したのかなっていうのをしっかり分かって今後の制作につなげていけばいいなというふうに思います。皆さんも頑張って制作しましょう。それではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。